どうも、えりです。今回いただいた質問が、荒戸の面直しどうされてますかということで、結論として三面釣りというのをしてます。三面釣りとは、3枚の砥石の面をそれぞれの組み合わせで擦り合わせて、で、平面を出すというやり方です。はい、具体的なやり方は後ほど説明するとして、僕がこれにたどり着いた経緯をお話しさせてください。この質問者さんも、多分ね、いろいろ荒戸に対しての悩みがあったと思うんですよ。で、その理由が僕もそうだったんですけど、最初、砥石の面直ししようって思ったら、まあそんな高いの選べないじゃないですか。ちょっと安めの、多分こういったね、溝が入ったものとか2000円とか1000円台で売ってるもの見たことあると思うんですけど、まあこっから入るんですよね。でこれを信じて使い続けてると、いつの日かこれが平面じゃなくなってくるんですよ。だからこれで一応全部砥石に当たるようになるまで擦り合わせるんですけど、その平面になってないのに噛み合ってる状態になっちゃうんですね。だから平面になったと勘違いしちゃってて、いざ研いでみると、裏押しとかしてみると全然なんか強く当たるとこと全然当たらないとこ出てくるみたいな、そういうことがあって、まあこれっていずれ平面じゃなくなるんだ。じゃあいい修正砥石を買おうってなった時に、以前ね、修正砥石についての動画あげましたけど、やはり行き着く先が電着ダイヤです。僕が愛用してるアトムアラメという商品は、6000円とか7000円ぐらいしますが、ちょっと高い代わりに、やっぱりあれですね。で、もっと理想を言うと、3万円超えたりとか5万円するものもありますが、これはシャプトンさんから出てる修正砥石というものですね。やっぱこの電着ダイヤのちょっと溝が入ったものとか、そういったものって最高なんですよ。それに落ち着くんですよ。で、こういうものに出会ってこれを使い続けますと。で、その先にあった悩みが、荒砥石をした時にすぐダイヤが潰れて、もうもったいない、使い物にならなくなってすぐ消耗してしまって、また買い替えなきゃいけないみたいな、そういった悩みが出てきます。だから荒砥石には使いたくないんですよ。もったいなくてもったいなくて、実際メーカーからというか社長さんから、1000番以下に使うとすぐ潰れてしまうので、1000番以下はやめてくださいと言ってる方もいますね。というように荒砥石には使いたくない。でもちゃんと平面を出したいっていう、その2つの悩みを解決する手法として、この今回紹介する三面釣りというものがあります。今回はそれを紹介します。僕もね、この三面釣りというのは人から教えてもらって、しばらくもうここ3年ぐらいずっとやり続けてるんですが、やり続けていく中でいろんな砥石使うんですよ。で、その中で今のところ一番いいなって思ってるものが PA の荒砥石です。PA というのはピンクアランダムのことなんですけど、研磨剤のことですね。商品名で言うと荒砥くんとか、動画にこれ出てるのはアラムシャです。合剣アラムシャ。こういったピンク色の砥石は大体 PA だったりするんですが、これがその能力としてはものすごい良くて、その検索力と滑走感の2つが特に魅力的で、早く面を直すっていう目的にはぴったりです。逆に他のものだと、その滑走感が悪かったりね、途中で目詰まりして動きが悪くなったりとか、あと検索力がそもそもなくて時間かかったりとかするんですけど、この検索力とそのスムーズさっていう意味で、この PA の荒砥石っていうのはめちゃくちゃいいです。ただ2つデメリットを言うと、1つはうるさいことですね。うるさいんですよ。で、あともう一つは、この PA の研磨剤がでかいので、例えばもしこれを中砥石以上のものとかで面直しした時に、最後他の砥石、ダイヤモンドとか、他の砥石で最後軽く表面を整えてあげないと、この PA がその砥石に入り込んで、包丁を研ぐ時にちょっとそれが、悪さをするというか、それが当たる。それが傷の原因になったりするので、そこら辺は注意が必要です。荒砥に対しては僕その仕上げはしてないですね。はい、では三面釣りのやり方、具体的に説明していきます。A、B、C という面を準備します。で、それぞれの組み合わせで全部が平面になるまでひたすら擦り合わせます。これだけです。このそれぞれの組み合わせってとこが重要なんですけど、A、B やって A、C やって次 B、C と、もうそれぞれちゃんと組み合わせてやることですね。つまり、両面砥石とプラス一つの砥石でその3面はできないってことです。両面砥石の表裏は擦れないですからね。なので、その砥石というものが3つは必要ということですね。で、その組み合わせ A、B、A、C、B、C というものをどんどんじゅんぐりやっていって、どの組み合わせでも凹凸を感じず噛み合えば、それは正確な平面になったという、定板を作る際に用いられる手法でもあるんですけど、3つの異なる面が一致する条件は平面しかないという原理を用いた手法です。2面だけだとさっきのこの話ですけど、平面じゃないのに噛み合ってしまう条件がやっぱあるんですよ。なので必ず3面を使うということですね。で、理屈は分かりましたと。で、実際にやってみると、僕はね、2つちょっと壁が出てきて、それは表裏が分からなくなるというのと、いつまでやればいいかという悩みが出てきました。まず1つ目の表裏
がわからなくなるという問題は、台付きじゃなかったり印字が何もない砥石だったら表裏どっちでやったかわからなくなるんですよね。そんな時は持つ方のその面の角を大きく面取りして解決しました。まあ表裏パッと見てすぐわかるようにしたってことですね。これすると擦る時手も痛くならないのですごい良かったですね。で次、いつまでやればいいか問題は、この作業ですね、くるっと回転させてると思いますが、この作業をしてます。もしかしたらここで鉛筆で書いてそれが消えるまでやればいいじゃんって思う方いるかもしれないんですけど、荒砥石とか特にこういった泥が多めに出る砥石だと平面になってないのにその泥ですぐ消えてしまうんですよ。あといちいち書くのがだいぶ面倒なのでやりません。はい。でこのふわっとそのくるっと回転させてるというのは何をしてるかというと、もし平面になっていなかったら抵抗を感じます。抵抗というのはどっか一部が強く削れてる感っていうのがします。比べたらすぐわかります。でその感覚がなくなったらほぼほぼその2面に関しては平面というか噛み合ってる状態ですよね。でその感覚がそれぞれの ABC それぞれの組み合わせで一致したらもうほぼ平面だということですね。もう絶対的な平面ではないですよ。もうほぼほぼ平面で僕はそこで良しとしてるので、それ以上ね突き詰めることもできますよ。例えばやってる人もいると思いますが、ガラス板にサンドペーパー貼り付けてとにかくもう平面を重視してもう完璧な平面を作る。完璧な平面ってすっごい難しいですからねっていうね、上には上がありますが、僕はここで落ち着いてます。であと擦り方のコツですね。砥石に対してこのまっすぐ縦縦で擦るのも大事なんですけど、たまに斜めだったりっていういろんな動きをしながらする方が効率よく平面を出すことができます。あとたまにね上下も入れ替えながらするのも大事です。平面は出たとしても斜めになってる平面も多分見たことあると思います。もしかしたらなってるかもしれないですが、ちゃんと同じように減らしていくためにはどうしても擦りながらその前後ですね、前と後ろを入れ替えてあげるってこともぜひしてみてください。はい、ということでね、僕はさっき言ったようにこのやり方で今落ち着いてますが、将来的にまたね他のいいやり方と出会ったら変わる可能性もあります。なのでもしねこの動画を見て自分はこうしてますとか、自分もそうだったんですけど今このやり方になりましたとか、そういった方ぜひね皆さんの面直し事情を教えていただけると嬉しく思います。ぜひコメント欄にお願いします。はい、あとそうですね PA のことでもう一つ魅力を伝えます。レジノイド系の砥石も比較的擦りやすいことです。というのは経験ある人はわかると思うんですけど、レジノイド系、柔らかくてクッション性のある砥石、その面直しにはだいぶね苦しんでる方が多いと思います。僕は相当苦しめられました。というのももうね動かなくなるんですよね。もうビタッと張り付いたりして、で動いたと思ったらもう勢い余ってビチャってなって顔にビシャって飛んだりして、でそういった砥石の最適解はどんな修正砥石かというと、溝の深く入った電着ダイヤが経験上一番適してます。これシャプトンさんのガラス砥石とか空母とか、この2つはもう本当に最高ですね、レジノイドに対して。これがベストではあるんですが、この PA も比較的スムーズに擦り合わせることができます。あとね、日常使いでもこの PA 本当に研磨力高いので、刃先研ぐ時の切れ味すごい落ちた包丁を研ぐ時とか、あと刃こぼれの修正とかっていうのはすごい活躍してくれるので、一家に1台、2台ですね、今回の内容で言うと2台持つことをおすすめします。はい。結構ね重宝する方は多いと思います。ただやっぱねちょっとうるささはだいぶネックになってくると思います。うるさいんですよ。一人暮らしだったらいいんですけど、一緒に住んでる方とか言ってもしね時間帯を間違えるとだいぶ嫌われると、もう目覚まし音がこれだったらもう最悪ですね。はい、では最後に伝えたいことがあって、この面直しの重要性を改めて言いたいのと、あと面直しの頻度について、これもよくある質問なのでお答えしておきます。研ぎにこだわるのであれば、ちゃんと研ぎたいと思うのであれば、面をちゃんと平面にする、それをちゃんと維持し続けるっていうのはもう必要不可欠ですよね。もう前提条件ですよね。面が狂ってたら角度も変わっちゃうし、綺麗に絶対研げないです。いい刃もつかないし、切り刃も整地なんかできないです。中にはかまぼこ砥石を作ってちょっと点で研いでそれでうまく研げる人もねちょっと例外はいますが、ちょっとそういうのは抜きにして、とりあえず平面は大事ですよという。で面直しの頻度ですが、僕は平均5分に1回はしてます。これはね砥石の種類というか、硬さによってその頻度は若干変わってきますが、平均的にもう5分に1回とかはするようにしてます。もっと言うと1分に1回してもいいくらいだと思ってます。めちゃくちゃ裏押しにこだわるやつは1回裏押し通したらもう1回通ったとこ使わないですね。1回裏押しこう通したら面直ししてもう1回すると
とか、そういうこともしたりします。つまりよくあるパターンが、1回のその研ぎ終わりでするっていうね方も多いと思いますが、そうではなく研いでる途中でもやる。もう10分でも研ぎ続けたらへこんでくるので、それなりの頻度で僕はしてます。本当にこだわり出すと結局どこまで、上には上があって、それを知ることは大事ですけど、それやってしまうといくら時間があっても足りないとか、道具揃えるのも時間も足りないってなってめんどくさくなってしまうので、やっぱ妥協は必要なんですね。で、自分のいい、バランス、自分に合ってるところを見つけてほしいんですが、こだわり出すとやっぱりどうやったら面出しを早く効率よくできるかとか、今回の内容のダイヤを潰さずに済むかとか、あと大事なのが研ぐ箇所ですね。上級者向きかもしれないですが、研ぐ箇所を変えるっていうのはすごい大事だなと思ってます。というのは一点集中、もう中央一点集中してしまうと、もうそこだけがもうすごい早く強くへこんでしまうんですよ。そうではなくて、いろんな箇所を使ってあげる、研ぎながらいろいろ場所を変えてあげることで、面直しの頻度も少なくて済むし、面直しした時も早く面直しできるんですよね。なので右利きの人はおそらくね、砥石の右上と左下がほとんど使われてないと思うんですけど、そこを切っ先研ぐときはちょっと端っこ使ってあげるとか、顎の方を研ぐときもちょっとその端っこ使ってあげるとか、いろんなとこを使ってあげるっていうことをぜひしてみてください。はい、ってことで以上ですね。今回の内容が僕の荒砥石事情、面直し事情なので、もしねやってなかった方とかいたら少しでもね参考になったら嬉しく思います。で、やってみてそれが必要かどうかは人それぞれなので、その自分に合ったやり方を見つけてください。もう本当に求めるもの次第で変わるので、そこまで精度を求めてないとか、たまにしか研がないって方は今回の内容は必要のない技術かもしれないですが、何かの参考になれば嬉しく思います。はい、ということでさっき言ったように皆さんの面直し事情をぜひお聞かせください。コメント欄でお待ちしてます。では今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。